はい、どうも、明智ピロシキです。サワーランプです。お願いします。今回紹介するキャラクターは、エメルです。ああ、エメルだ。はいはいはい。エメルですね。明智が大好きなキャラクターなんですよね。あ、そうなんだ。推しキャラの一人。推しキャラの一人です。はいはい。最新作、シャドウジェネレーションズの前日譚アニメ、闇の序章に登場することで注目を浴びているロボットなんですけれども、今回の動画、2本立てで考えてまして、前半がエメル解説、はいはい、後半がエメルの人生という構成になります。前半であるこの動画を見れば、エメルのことががっつり分かるようになってます。エメルってシリーズ屈指の最強キャラなんですけど、そのスペックとヤバさを徹底的に解説していきたいと思います。なるほど。でエメルはスペックも最強なんですけど、シナリオも最強でして、後半ではそのエメルを中心とした神シナリオについて徹底解説していきたいと思います。なるほど。豪華2本立て、楽しみだね。2本見てもらったらエメルのことを全く知らない方でも、今回のエメル再登場が激アツに感じられる状態になると思いますので、ぜひ2本合わせてお楽しみいただければと思います。はい、楽しみ。ゲームソニックバトルのネタバレを含みますので、その点はご了承いただければと思います。はい、了解です。我々あけたまチャンネルでは、ソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが解説、考察、ゲーム実況などいろいろ投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。では早速参りましょう。はい、お願いします。まず最初はエメルの基本プロフィールから紹介していきたいと思います。はい、お願いします。まず名前はエメルですね。ああ、名字とかもなく。はい、シンプルにエメルと呼ばれています。なるほど。種族はロボットですね。制作者は現時点で不明となっています。まずエッグマン製ではないですし、ジェラルド製でもありません。誰が作ったか分かんない謎のロボットエメル。はい、ということですね。身長110センチ、体重14キロ。軽いということで、14キロ。そこなのよね。体重が軽いんですよ。身長はね、この角がある分、ソニックが100センチですから、若干高くなってるんですけど、なるほど。頭の位置はソニックと同じくらいかなという印象ですね。で体重なんですが、ソニックが35キロそうだよね。なので、同じぐらいの身長なのに対して、エメルは体重がソニックの半分以下なんですね。はい、だいぶ軽いね。嘘みたいな軽さ。本当だね。メタルソニックとか他のロボキャラと比べても、その差は歴然なんですよね。そう、ソニックシリーズに登場するロボットキャラって結構重たいですもんね。そうですね。メタルソニックをはじめとして結構重たいキャラが多いんですけど、もうこの軽さということで。発泡スチロールでできてるのかみたいな。なんか発泡スチロールは弱すぎるんじゃないか。みたいな軽さ。ちょっとカーボンファイバーを超える夢のマテリアル感じですよね。軽くて丈夫なみたいな。はいはい。そういう感じなんじゃないかな。すごいな。ということですね。14キロ。なるほど。初登場作品は2003年発売のゲームボーイアドバンス用ソフトソニックバトルですね。もう20年以上前のキャラクターなんですね。そうですね。歴史あるキャラですね。でそのソニックバトル、名前の通りジャンルは対戦格闘ゲームということで、ソニックとしてはかなり異色な番外作品となっていて、この作品のみに登場したキャラクターですね。正体不明の謎のロボットとして登場して、ソニックたちと出会って共に過ごしていく中で、彼は自身に秘められた能力とか運命を知ることになっていきます。ちなみにこのエメル、ソニックバトルの主人公でもあるんですけど、同時にラスボスでもあるんですよ。衝撃の設定。そうなんだ。はい。なんでラスボスとして戦うことになるのか、そこは後半の方でしっかり解説させていただきたいと思います。どうなるんだ、楽しみだな。ちなみにエメルの設定については、任天堂 DS で発売されたゲームソニッククロニクルの方でも補足されたりしてるんですけど、ソニッククロニクルの出来事はソニックの生死に含まないということが公式で言われてるんですね。ここを混ぜてしまうとややこしくなってしまうので、今回の解説はソニックバトル時点のものをベースとして、クロニクルの方の設定は含まないものとします。なるほど、了解です。続いてエメルの特徴と能力について解説します。まず一つ目の特徴はカオスエメラルドで成長する。エメラルド使えるんだ。カオスエメラルドが動力源になってます。そういうこと。さらにエメルはカオスエメラルドをセットするたんびに能力とか思考 AI が成長していくんですね。どんどん成長するようになっています。でこのエメルっていう名前はカオスエメラルドを動力源とすることからソニックが名付けた名前なんですね。エメルって名前はソニックが名付けた。なるほど。最初はもう名前とかわからなかったんですけど、突然ソニックがエメルって呼び始めて、テイルスはエメルってこう聞き返したら、カオスエメラルドで動くからエメル、いい名前だろ。そうだね。みたいなやり取りがあって、いい点だといいです。ちょっと安直すぎないかみたいなそういうこと感じなんかわかんないけど、なんかソニックはね、あだ名つけるの大好きですから、安直な名前つけちゃうんですけど、エメルという名前はソニックが名付けをやったということになってます。なるほだな。テイルスが開発しているエメラルドレーダーと同じような機能を持っていて、カオスエメラルドの反応を察知することができるんですよ。だから自分が自らカオスエメラルドを探すこともできるという能力を持っています。なるほど。2つ目の特徴は、見たものの動きや能力をコピーする。
ほう。はい。はいはい。これがエメルの最大の能力なんですけど、この能力にはキャプチャーという名前がついています。自分が見た技や能力を学習して自分のものとしてコピーできちゃうんですね。へー。でそれはもう本当に多岐にわたっていて、ソニックのスピード、テイルスの飛行能力、ナックルズのパンチ、果てはシャドウのカオスパワーまでコピーすることができます。カオスコントロールとかもじゃあ使えるようになっちゃうんですか？使えるようになっちゃうんですね。さらに人間の能力だけではなくて武器とか兵器とか機械の機能そのものもコピーできてしまうので、エミーのピコピコハンマーを生成したり、ガンマのドライブモードの変形を再現したり、形も変わってってことか。ありとあらゆる能力を再現することができるんですね。究極のメコピってことですよね。すごいな。カービィみたいなやつですね。なんかカービィみたいなね。はいはい。コピー能力を持っているんですよ。なるほど。はい。さらにはそのキャプチャーしたデータからまだ見てない新しい技を導き出すこともできるんですね。ほう。というと、例えばゲーム中の隠し技で、ソニックコンビネーションっていう技があるんですけど、これはソニックのパンチとかキックを連続で繰り出すっていうエメルが編み出す技なんです。コンボ技みたいのを自分で編み出しちゃうんです。というような形でその覚えた能力を組み合わせて独自の技を作ったりとかいうことができてしまうんですね。なるほど。ラスボスのエメルが使う技はアルティメット技って呼ばれてるんですけど、アルティメット技、はい、例えばソニックのキックを繰り出したところにエミーの竜巻が同時に発生したりとか、こういろんなキャラクターの技が組み合わさった技みたいなものを作り出しているんですね。だからもう本当に無限大なんですよ。むちゃむちゃ強そうだな。むちゃむちゃ強いです。アルティメット技。なるほどね。はい。メタルソニック解説の時にお前たちの力コピーさせてもらったみたいなフレーズでこうなんか各キャラの能力をメタルソニックが吸収してるみたいな描写とかもありましたけど、そうだね。それに近いというかさらに上位互換として技を自分の中で組み合わせて、オリジナル技をまた作れるみたいな、そういう域に達してるんですね。まさにそうですね。メタルソニックもコピー能力っていうのが一つの特徴でしたけど、まあそれの上位互換、まさに言ってもらった通り、もう自分の好きなようにアレンジして、しかもさらに強力になった状態で出すことができると。究極の手張り、この究極のメコピからの究極の手張りなんですね。そうだ。めちゃめちゃすごいやつ現るな。アレンジャーとしても一流だったと。なるほどな。いうキャラクターですね。これは強キャラの匂いすんぞ。ラスボスとしてそのアルティメット技をふんだんに使ってくるエメルなんですけど、この時点ですらまだまだそのコピーできる能力って無限にあるので、その伸びしろがあるんですよね。要はソニックバトルのラスボスとして、戦ったことある人はめちゃくちゃ強かっただって記憶あると思うんですけど、そうなんだ。あれはまだエメルのその発展途中というか、まだまだ兵器いっぱいコピーできるわけだから、あれより強くなる可能性は全然まだあるわけで。なるほど。下手したらスーパーソニックより強くなってもおかしくないですよ。スーパーソニックをコピーされちゃう可能性も秘めてるってことだね。そういうことだね。わあ、手強そうだな。そこまで考えるともう作中最強キャラのポテンシャルは十分持ってるんですね。いや確かになんかギガントとワイバーン同時にコピーとかされたらもう太刀打ちできない状態ですよね。レーザー打ち放題みたいな状態になってしまうので、そういう能力を持っている、キャプチャー、恐ろしい能力ですよ。なるほどな。これがエメルの最大の能力ですね。エメルの中には武術のデータとか兵器のデータとかも膨大な量のデータがインプットされてるんですよ。そうなんだ。それにアクセスしようとするとエッグマンもテイルスも自分のコンピューターがオーバーフローしてぶっ壊れちゃってるんですよ。最新のコンピューターを持ってしてもデータに全部アクセスできないぐらいの量を秘めていると。すごいな。何それ。未知数なんですよね、その能力が。本当にもう膨大なデータを抱えてるんだ。こいつ手強そうだな。半端ないです。3つ目の特徴、契約ですね。契約。エメルは初め眠っている状態で発見されるんですけど、突然ですね、我に力を表せ、さらば従わん。我は全てを表し、全てを手にするものなりを言い出すんですよ。何それは。仰々しいなんかセリフをね。そうだね。急につぶやき出すんですけど、ここで言っている力を表すっていう言葉。これはですね、エメルに対して、何かしらの運動を見せると言ったらいいかな。パンチでも、ジャンプでも何でもいいんだろうけど、何かしらの運動っていうのを見せることによって、エメルは起動するんですね。力を表すということにつながるわけですよね。そうですね。力を表すことでエメルは目覚めます。そうするとですね、エメルは、その起動したものを主と定めて、主以外の命令を受け付けなくなるんですよ。またエメルのセリフなんですけど、御前を離れず、命令に背かず、忠誠を誓うって発するらしいです。仰々しいんだね。仰々しいのことなんですよ。そのセリフを言った後、この起動したものを契約者と認めますと。この一連の手続きを契約と呼ぶんですね。そのエメルの前で力を表すと、その力をこうエメルが見定めて契
契約してくれると。うん。はあはあ。じゃあ玉川さんもエメルの前で政権好きとかをやってみたら、こうエネルギーが発露している状態で、はい。玉川さんのことを契約者として見てくれる可能性も秘めてると。ありますね。なるほど。それが手続きとして必要ですよとはいはいはい。いうのがあるんですね。うんうん。契約者の命令以外は受け付けなくなるという説明をしたんですけど、契約者が認めた人間であれば命令を受け付けるというルールもあってですね。はいはい。例えば明智がエメルと契約します。うんうん。玉川の命令も聞かなくなります。ああ、そうなの？はい。なんですけど、明智が玉川の命令も聞いてねって言うと、エメルは玉川の命令も聞くようになります。はあ、なるほど。そういうルールがあるんですね。契約者が認めた人間だったら、こっちの人間の命令も聞いてくれると。はい。はいはい。そういうルールが一応エメルの中にはあるとなるほど。いうことになってます。うんうん。もう一つですね、裏ルールというのが存在しまして、裏ルール。現契約者の力を上回る力を見せられたとき、うん。その契約は上書きされるんですよ。ほう。契約の上書き。つまり、明智が最初こう契約をしてますよね。うんうん。俺のパンチだっつってうん。契約してますよね。うん。で、明智の命令を受けてくれるんですけど、うん突然、マッスルズが現れて、マッスルズが。マッスルズが、よーっつっておう。パンチするじゃないですか。はいはそしたら明智はマッスルズにはパワー負けてるんで、い。うん。マッスルズが新しい契約者になっちゃうんですよ。ああ、もう明智のパワーを上回る能力を見せつけられて、エメルはマッスルズが契約者だとはい認識してしまうんだ。マッスルズに対して忠誠を誓うってやり始めちゃうんですよ。普通にナックルズでよかったじゃないですか、これ。マッスルズがちらついて話ブレちゃうんですけど。ちょっと、まあ、パワーキャラということで一番最初に浮かんだのがマッスルズだったんで、はいちょっとすいません。ちょっとこういう裏ルールがあるというのも、エメルの設定において重要なポイントになってきます。なるほどな。現契約者の力を上回る力を見せられると、契約が上書きされる。はい。はいはい、なるほど。ちょっとこの契約のルール、少し複雑なのでおさらいさせていただくんですけれども、ん。まず、力を表す。何かしらのエネルギーの発露を見たときに、エメルは契約者を定めます。うんうんこれが契約です。うん。で、基本的にその後は契約者の命令しか聞かなくなるんですけど、契約者が認めた人間の命令は受け付けます。うん。そして裏ルールとして、現契約者の力を上回る力を見せられたとき、契約の上書きが行われると。うん。この3つのポイントですね。なるほど。これが契約のルールになってますので、はいはいはこれはエメルを理解する上で重要になりますので、覚えておいてください。い。はい、了解です。エメルの性格についてなんですけど、うん。初めはめちゃくちゃ片言なんですよ。うんうんうん。しかも言葉もほとんど喋れてないというか、なんか途切れ途切れ喋るみたいな感じなんですね。言うてもロボットですもんね。そうなんですよ。うん。だからどういうね、音声が出てるのかちょっとわからないんですけど、まあ一応喋ることはできるんですが、うんまあ片言ですよと。うんロボットらしい喋り方をしてるんですけど、うん。カオスエメラルドを与えられると AI も成長するって言いましたよね。はいはい。カオスエメラルドをセットするために少しずつ言葉とか感情っていうのも覚えていくんですね。へえ。その口調とか性格とかも、その契約者とか関わってる人たちを真似して覚えていくんで、うんうん。ソニックとかナックルズの影響で、どんどんこう乱暴な汚い言葉遣いになっていくんです。あ、そうなんだ。うん。 Hey guys とか言うの？ Hey guys みたいな。あそこまではしなかったかな。まあなんとかだぜみたいなあ感じになったり。うんうん。なんとかだよな。楽勝だぜみたいな。そういう感じかな。そういう感じになっていきます。はいはいはい。で、さらにテイルスの口調も混ざってたりするので、うん行くよとか、あー大丈夫みたいな。なんかそういうのも混ざってたりして、ああ、そうなんだ。めちゃくちゃ変な喋り方になってる。なるほどなるほどなん。か丁寧なのか乱暴なのかわかんねえな、みたいな感じでダックルズがぼやいてたりするぐらいには変な感じになっていきます。はあ、良くも悪くも何でも吸収しちゃうんですね。うんはいはい。ただ基本的には生まれたての赤ん坊というか、おー。戦闘を遊ぶと称して無邪気にこう楽しんじゃったりとか、最高。そうなんだ。遊ぼうぜソニック、遊ぼうぜソニックみたいな、うん。結構なんかこう繰り返し喋るのが特徴なんで、あ、そうなんだ。まあ、幼児的な暴力性が根本にありながら、まあ、無邪気だとはいはい、いうところ。ろが、まあ、エメルの基本的な性格になっています。ああ、なんか怖いやつだね。ちょっと怖いよね。んまあ、可愛いっていう風な見え方をするんだけど、うんまあ、ちょっと見方によっては怖いというか。赤ん坊がなんか虫を引きちぎっちゃうみたいな、あれにも似たちょっと怖さを感じるような。そういうことだね。キャッキャキャッキャ言いながらね、うんうん屍を両手にみたいな、まあ、あの怖さですよ。なるほどあれが、まあ、エメルの性格にも見られるとう。いうことですね。なるほどな。で、まあ、だんだんと成長していく中でソニックの性格がこう色濃く現れていって、ん。口癖があるんですけど、うん。 3秒でスクラップにしてやるぜなんでそれなんだろう。っていうのが口癖が癖なんだよねすごいな。これ結構お気に入りのセリフみたいで、あ、そうなんだ。何回かエメリに言ってるんですけど、ソニックはそんなこと言うかなって思うんだけど、そうだよね。あんまり印象ないですけど。なんかいろいろ混ざってこれが生み出されたんだろうね。ああ、なるほど。まあ、エメルの特徴的な口癖としてはこんなのもありますね。なるほどね。はい。以上がエメルの基本プロフィールでした。はい、ありがとうございます。面白いね。うん。
ここからはエメルの謎に包まれた正体について解説していきたいと思います。はい、エメルの正体。はい。ここまでエメルの基本プロフィールを見ていきましたけども、めちゃくちゃ強い、めちゃくちゃヤバそうってことは伝わったと思います。うん、確かに。このエメル、一体全体何者なのか、ここを解説していきます。はい、お願いします。ズバリ、正体は古代の究極戦闘兵器、ギゾイド。ギゾイド。古代の戦闘兵器。はい。なんか最新のロボットとかなのかなって勝手に思ってましたね。古代のものなんだ。エメルの正体は古代で作られた戦闘兵器なんですね。4000年以上前に作られたとされているんですけれども、正確な製作時期は不明で、製作者、製作意図、すべて不明という状態なんですね。なぜ作られたかわかんないけども、4000年以上前におそらく作られた。はい。その存在が初めて文献に登場するのは、推定4000年前の古代文字で書かれた石碑なんですけど、石碑、そこには天から降りてる人型に神の意志を与えたところ、あらゆるものを再現したと書かれていたらしいんですね。意味深な言葉がいろいろ出てきましたね。そうだね。人型とか神の意志とか。この神の意志っていうのはおそらくカオスエメラルドのことですね。で、あらゆるものを再現したっていうのはキャプチャー能力のことですよね。そういうことか。で、天から降りたる人型にって書いてあるじゃないですか。この言葉を読み込むに、4000年前の古代人たちの制作者ではなく研究者であって、その出自をはっきりとは認識してないんじゃないかっていうことがわかるんですね。確かにね。我々が作ったなら、我々が作ったって責任書くはずだもんね。天から降りてきたんだ。この天っていうのがね、何を意味するのかはわからないんですけど、天空とか宇宙とか、いろいろ考えられますよね。確かに。この辺はまだ明かされてないですね。なるほど。で、このギゾイドという名前、この由来についてなんですが、先ほど契約するときに我に力を表せ、さらば従わん、我は全てを表し全てを手にするものなりみたいなこと言ってたじゃないですか。仰々しいセリフね。はい、我は全てを表し全てを手にするっていうところから、古代語で全てを意味するらしいギゾイドという名前が付けられたと説明されてます。ギゾイドは全てという意味らしいですね。これは造語だと思います。ちょっと明智の調査不足だったら申し訳ないんですけど、実際の言語とかとは関係なく、あくまでもソニック世界の古代語ということだと思いますね。なるほど。そのギゾイドがなぜ究極の戦闘兵器と呼ばれているのかなんですが、ギゾイドにはキャプチャー能力があってとんでもない戦闘ポテンシャルを持っていることは皆さんも先ほど知った通りなんですけど、石碑の中にはですね、こういった一文があるんですね。ギゾイドが文字通り全てを身につけた時、ギゾイドは怒れる神となり全てを滅ぼした。全てを滅ぼしてるんですけど、全て滅ぼしてたらしいですね。神となりとまで書いてますけど、とんでもない災厄を巻き起こしたんではないかということが石碑の一文に記されてるんですね。だからこれはギゾイドが古代の文明を滅ぼした原因になったのではないかとも考えられていて、そういったエピソードから古代の究極戦闘兵器とみなされるようになっていた。なるほど。ことですね。文明ごと滅ぼす力を持っていると。なるほどな。当時のパーフェクトカオスと近いことをしていたわけですね。確かにね。ナックルズ族の文明をね、滅ぼしたわけですけど、あれと同じようなことが行われていたんじゃないかと。なるほど。いうことですね。これらの文献を読み解いたのが他でもない世紀の天才科学者プロフェッサー・ジェラルド、ジェラルドなんだ、ここも。彼は考古学の知識も豊富でしたから、こういった石碑の文字とか読めたんです。さすがだな。で、このエメル自体スペースコロニーアーク内の倉庫で眠っていたのをジェラルドが発見して、最初はあんまり気に留めてなかった。古代遺跡から発掘したなんか人形かなぐらいの感じだったんですけど、それがですね、ジェラルドのカオスエメラルドの出力実験の際に急に起動するんですね。エメラルドに反応して我に力を表せ始まるんですよ。言い出してる。そうなんだ。あれみたいになって、でそこからなんだこれ、なんかカオスエメラルドと関係あるっぽいっていうことで、カオスエメラルド大好きなジェラルドはちょっと研究してみようかなってなっていくわけですよ。で研究が進んでいくんですね。そうなんだ。でその最中この石碑とかが発見されていって、だんだんとエメルのことが分かっていくと。そうですね。でキャプチャーとか
契約といった、仕組みを紐解いていったジェラルドは、このキャプチャー機能でその古代時代のあらゆる武術兵器のデータを取り込んでいるっていうことに気づくんですね。うわ、ジェラルド戦慄しただろうな。戦慄です。ジェラルドのコンピューターもぶっ壊したらしいです。はい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 。膨大なデータで。そう。でもとんでもない兵器だと。なるほど。これが古代で作られたなんて信じられないということで、で文明を滅ぼしたかもしれないなんて恐ろしい兵器なんだと、いうことにジェラルドは気づくんですね。はあ、とんでもない大パーツが見つかったぞと。はいはい。でジェラルドはその危険性に気づいて独自に研究を続けてたんですが、過去の動画でも少し話しましたが、ジェラルドは同時にプロジェクトシャドウを進めていました。そうなんだよね。でこのプロジェクトシャドウの存続を危険視した政府がですね、圧力をかけてくるんです。プロジェクトシャドウを凍結させろということで、この存続の危機に瀕した際にジェラルドはですね、このギゾイドをしぶしぶ軍に引き渡してしまうんですよ。賄賂として。はいはいはい。はい。もう苦渋の決断ということですね。プロジェクトを止めるわけにいかないからしぶしぶってとこだよね。まだ研究は途中だったし危険性も分かってはいるけれども、これを引き渡してしまうということがありました。その際ジェラルドはギゾイドに危険な兵器はキャプチャーしないようにって命じているんですよ。はいはいはい。自分が契約者ですから、自分が命じておけば、そういった兵器とかは吸収していかないだろう。それで最悪の事態は免れるんじゃないかという思いがジェラルドにはあったんですが、その思惑に反して軍がどんどんギゾイドに兵器をキャプチャーさせ続けてたことが分かるんですね。できちゃったんだ。できちゃってたんですよ。これはなぜか。先ほどの裏ルール、より強い力を見せられた時に契約が上書きされる。うわ、これが発生していたんですね。軍に銃でも突きつけられたのかな。そうかもしれない。はいはいはい。言い忘れていたんだけど、ジェラルドが最初ギゾイドを起動する時に使ったのは趣味のモデルガンだったんですよ。あ、そうなんだ。ジェラルドは趣味でモデルガンを収集してるんですけど、この趣味のモデルガンを撃ったところギゾイドがそれをキャプチャーしたんですね。エネルギーの発露だ。はい。っていうところがきっかけだったんですけど、それよりも強力な兵器をどんどん軍が見せていったので、それを契約の上書きによってどんどんキャプチャーしてしまい、うわ、そういうことか。どんどん力を蓄えてしまったと。ああ、なるほど。ジェラルドの誤算だったんですね。そんなルールがあるとはと。はいはい。だからジェラルドはちゃんと日記にそれを書き残していました。そこで気づくんだ、ジェラルドは。その可能性があるぞということに気づいていきます。なるほど。でギゾイドどうなったかというと、あまりにも強い力をキャプチャーし続けた結果、その力に耐えきれずに暴走してしまうんですね。そうなん。古代の武術とか兵器とかもめちゃめちゃデータベースとして持ってたわけだけど、それをなんか上回るぐらい軍ってすごい大量の武器データとかを与え続けたのかな。そういうことなのかな。ギゾイドのね、覚醒がまだ中途半端だったっていうことも考えられるとは思うけど、そのギゾイドのポテンシャルがまだ未完成な状態の時に、力を与えられ続けた結果暴走したとも考えられますね。なるほどなるほど。暴走した結果、スペースコロニーアークを半壊させてしまうという、事故が起こります。はいはいはい。スペースコロニーアークは甚大な被害を受けるんですけれども、どうにかですね、研究員たちの活躍によって、ギゾイドを封印することに成功します。いけた。暴走してたんでしょ。すごいよな。すごいな。研究員すごすぎない。どうやってやったんだろう。ことではあるが、一応エメラルドが一つだけだったからなんとか助かったとジェラルドは日記に記しています。はい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 。ただエメラルド一つでアークが半壊してるんですよ。そうだよね。じゃあ7つすべて手に入れてしまったら、このギゾイドは本当に世界を滅ぼしかねない。本当だね。それを危惧したジェラルドはすぐにギゾイドを破壊しようとするんですね。はいはいはい。危険すぎると。そうしてもらった方がいいよ。はい。ただですね、未知の力に阻まれます。未知の力に阻まれる。未知の力とは何なのこれは。これは未知です。未知なんだ。はい。未知の力に阻まれちゃうんですよ。とにかく壊せない。壊せない。これが何なのかわからないが、謎のプロテクトが発生している。太刀打ちできなかったジェラルドは、せめてもの抵抗として、ギゾイドが7つのエメラルドを手に入れたとき、あるキーワードを入力することによって、ギゾイドの戦闘兵器としての AI を、自律型エモーショナル AI とジェラルドが呼んでるんですが、要は自分で考えるという AI。自由意志を持った AI に切り替えるという改造を施すんですね。はい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 。ジェラルドは、兵器に心を持たせることで、大きすぎる力によって世界が滅亡するというその古代の悲劇を阻止しようとしたんですね。なるほどな。兵器を使う者が悪意を持っていたとしても、兵器自身が心を持ってその力を正しく使えば悲劇は免れるんじゃないかと、そういったジェラルドの願いがあったんですね。なるほどな。悲劇の抑止にはきっと心が役立つだろうということでジェラルドが仕込んだんだ。はい。でジェラルドはその時の心境をですね、こう日記に記しています。
全ての力が己のために手に入れるものではなく、誰かを思う心から生まれるものならば、争いもなくなるに違いないと言ってるんですね。ああ、なるほどな。ジェラルドの願いが込められていたと。そしてそのギゾイドの AI を切り替えるキーワード、これがですね、マリアが最後に残した言葉であった全ての人類に希望、これだったんですね。これがキーワードとなって AI が切り替わるというような改造をジェラルドは最後、せめてもの抵抗としてギゾイドに施していったと。その後ジェラルドは紆余曲折あって命を落としていくんですけど、ギゾイド、エメルの中にはこのジェラルドの願い希望も残ったんですね。その後ギゾイドはですね、謎の消失を遂げてまして、軍の手元からもいなくなっちゃうってこと？軍の手元からも消えます。で行方が分からなくなるんですけど、50年後どういうわけかエッグマンが発見をします。どうやって見つけたんだろう？ここは分からないです。でこのエッグマンが発見したことがソニックバトルの冒頭につながっていくんですね。ああ、そうなんだ。なるほどね。というわけで長々と語ってきたんですけども、エメルの正体というのは古代の究極戦闘兵器ギゾイドでした。そのギゾイドが持っている膨大なデータ、そして文明を滅ぼしかねない強大な力、この危険性に気づいたジェラルドがギゾイドの暴走を止めるために、いずれ訪れるであろう人類の危機を回避するために仕掛けていたのがこの AI の切り替えという改造、そしてそのキーワードとなったのがマリアが最後に残した言葉、全ての人類に希望だったということなんですね。なるほどね。続いてはちょっとしたトリビアとしてエメルによく似たロボットたちを紹介していこうと思います。エメルに似たロボット。まず紹介するのは E121 ファイですね。ファイ。見た目そのまんまエメルなんですけど、カラーリングがちょっとグレーになったエメルっていう感じですね。こちらエッグマンがエメルを元に作り出した量産型ロボットです。エッグマン製だ。なるほど。E121 というこの型式番号、E102 ガンマや E123 オメガのような E100 シリーズのうちの1体なんですね。なるほどね。他の E100 シリーズと見た目全然違うんですけども、確かに。でもこいつのそのうちの1体なんだということですね。ガンマとかオメガとかの系譜として一応生産したロボットなんだ。そうなんですよ。なるほどな。E100 シリーズってコードネームにギリシャ文字がつくんですね。ガンマとかオメガも、ギリシャ文字の名前がついてるんですけど、E100 シリーズの1番目って E100 アルファなんですけど、E100 アルファ、ソニックアドベンチャーでエミーを追っかけてたゼロいるじゃないですか、あれが E100 アルファなんですよ。別名ゼロって呼ばれてるんですけど、そうなると E121 って22番目なんですね。でギリシャ文字の22番目ってカイなんですよ。カイ。ファイ、このロボットについている名前のファイは、ギリシャ文字だと21番目なので、本来なら E120 になるのが正しいはずなんですけど、なぜかここは間違えてるんですね。そうなんだ。ファイ21番目だから E121 でいいでしょと思ったら、実は E100 アルファがいたので、ちょっと1個ずれるんですよ。ややこしいね。ややこしいです。というね、ちょっとしたミスが発生してるんですけど、一応ゲーム上は E121 ファイという形で登場します。なんかエッグマンもこれめんどくせえなってなって途中から切り替わっちゃったのかな。何なんですかね、これはね。一応カオスエメラルドのかけらで動いてまして、カオスエメラルドを集めてくるようにプログラムされているので、エメルがカオスエメラルドを集めていく過程で戦っていく相手になるんですけど、ゲーム中は1号から14号までなんと14体登場します。そうなんだ。E121 が14体いるというね、これはちょっとよくわかんないんですけど、複雑だね、なんか。しかもなぜか10号は登場しないという、なんでなんだ。なんかエッグマンの中で独自のルールとかあんのかな。何なんですかね、まとまってないだけわかりませんけどなぜか10号だけ欠番なんですよね。天才の考えることはちょっとわかんないな。ちょっといろいろややこしいことになってる E121 ファイなんですけど、なるほど。ちょっとこちら覚えておいていただければと思います。続いて紹介するのは G メルですね。 G メル、こちらソニックアドバンス3に登場する、同じくエッグマンがエメルを元に作ったロボットですね。これもエッグマン製だ。何なんですかね、エッグマンエメルを元に作りたがるやつ。やっぱエメルの強大な力を見てなんか真似しちゃおうっていう、そこはもう開発者のなんか興味というか。何なんですかね。で E121 と違って、E100 シリーズではないですね。 G メルはもうただの G メルということで、しかもキャプチャー能力がないっていう。
あ、そうなんだ。全くエメル無視っていう能力をしていて、似てるの見た目くらいっていうそうなんね状態なんですけど、単体でもそこそこ戦闘能力あるんですけど、様々な巨大メカ、エッグマン製の、ボスメカですね、これと合体して戦うっていうスタイルを取ってきます。なんかこうジーメルの顔だけがロボットにくっついてるみたいな不思議な見た目をしたボスたちと戦っていくんですけど、最終的にですね、ジーメルは7つのエメラルドの力をゲットして暴走してしまって、エッグマンの管理下を離れて襲いかかってくるというね。逆にエッグマンに襲いかかったってこと？暴走系なんですね。そうなんだ。はい、もうエッグマン踏んだり蹴ったりっていう状態なんですけど、確かにね。でそのジーメルとの戦いの後で、ジーメルは傷ついて、こう砂浜に打ち上げられたような形になるんですけど、そうなの。その後クリームに回収されて、テイルスの修理を受けます。そして正義のロボットに生まれ変わって、その後クリームの家族の一員として暮らしていくんですね。へえ、そうなんだ。だから今はクリーム家の一員ということで、最近のゲームにあんまり登場しないんですけど、このジーメルというキャラクターですね、一応今もソニックファミリーの一員として名を連ねているというキャラクターですね。面白いもんだよね。エッグマンが作ったロボットと今クリームって一緒に生活してるんだ。そうだね。なるほどな。という、キャラクターたちがいます。エメルに似てるからどんなキャラクターなのかなって気になってた方もいたと思うので、一旦この2人のキャラクターは紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。というわけで、エメルの解説をしていきました。ありがとうございます。このエメルの設定をしっかり理解した上で、後半のエメルの人生、これを聞いていくと、このエメルの物語というのがより深く味わい深いものになってきますので、ぜひ後半の方も楽しみにしていただければと思います。楽しみに。じゃあ締めの挨拶お願いします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。後半も見てね。